りがとうございます。で、ご飯と味噌汁。はいはい。それでこれ。わあ。寿司屋やってパン屋やって食堂やって。お願いします。食べ物ってさ、何がって言ったら一番は美味しくないとダメだから。美味しいってのがないとね、次につながらないからさ、あそこは美味しいよって言われるお店が一番いいんだよね。ここジャンボチキンで有名な店ですよね。そうなのわかんない。これで一人前だから。お願いします。父と母が、もともと僕やってなかったんですけど、イタリアンやってて、体調が悪い時があって、はい。手伝ってほしいって言われて、仕事を辞めて、2年半ぐらい。一応ずっと飲食をしてたので、はい。いろいろその時その時になんか変えながらっていうので。来られてますよ。これ定食につく小鉢とか。あ、そうです。小鉢と新コース。野菜を切ったりとか、はい。お肉をさばいたりとかって何の料理にも一緒じゃないですか。だから味付けぐらいですかね。違うのは。イタリアンでも日本のお店だったらまかないとか、はい。もうお店によると思うんですけど、はい。イタリア料理しか作っちゃいけないっていうところもあるとは思うんですけど、僕が行ってたとこは別に何でもよかったんで、もう今でも覚えてるんですけど、一番最初に作ったまかない親子丼なんですよ。だから別にそんななんか畑違いだなとかって思ったことはないですか。やったらできるでしょ。はい、あ、すみません、ありがとうございます。5月とかそういう遅い時間だから、あ、そうなんだ。お寿司屋さんやったりパン屋さんやったりいろんなことされてたらしいです。そうそう。もともとはね寿司屋なんだけど、寿司屋やってパン屋やって
食堂やって高円寺にお店を開いて、はい、9年お寿司屋さんをやって、それから今度こっちへ来てうちを買って、それでじゃあお店も買おうかっていうんで、嵐山にいい寿司屋がないって友達が言うから、はい、じゃあ嵐山にちょっと店出してみようかみたいな。土地買って打ち立てて開いて、18年9年18年でだんだん寿司が売れなくなってきたから、はい、じゃあ寿司屋やめようか。ここを買ったところは居酒屋さんに貸しちゃってるんで、じゃあ俺たちは何やろうかみたいな。まあ一番無難なのは食堂じゃねえかみたいな。じゃあ食堂やろうかみたいな。食堂なんてやったことないんだけど、友達がいっぱいいるんだよ。中華屋さんは中華行って教わって、食堂やってるやつがいるから、そこ行ってカレーを教わったりとか、1回でいいから教えてくれって言って、何はこうやって作るんだよ、野菜炒めはこうだよって1回だけ。みんな忙しいからそんな何日も来て教えてってわけにいかないから、はい分かりましたみたいな感じで、そっちの方はねお茶のもんだけどさ、9年目ですか。まあ食堂は大変だ。いろんなもの作らなきゃならないからね。寿司屋だったらほら、魚だけ仕入れてくれよさ、握るかしらすかだけだから、これはもう種類がいっぱいあるからさ、大変だよね。よく食堂やったなってすごいな。その時っておいくつぐらいだったんですか。61？そんなもんだね。パートさんと3人でやったんだけど、はい、息子がしてくれないかって言ったらいいよって言うんで、はい、3人でやるようになる。食堂も大変だけど、まあ面白いって面白いよね。いろんなお客さんが来てくれるしさ、お寿司屋さんだとお寿司だけだけど、ここはほらラーメンもあるし、丼物もあるし、揚げ物もあるし、何でもあるし、そういうのをお客さんが自分で、あ、今日は食堂行って何食べようかな、ラーメンにしようかな、カレーにしようかなみたいな感じで楽しみにね、やっぱ食べに来てくれるから。寿司1本だけじゃなくて、いろんなものを作って、いろんなものをお客さんに「ああ美味しいね美味しいね」って言われると、やっぱりやりがいがあるしね、そういう点ではこう楽しいよね。一番「あ美味しいね」って言ってくれるのが一番だよね。嬉しいですか。こう数が多いからね、お客さんのね。それが食堂のいいところというか、そうですね、いろんなお客さん来てくれて、そう老若男女じゃないけど、本当に若い人から年寄りまでね、いろんな人が来てくれてね、お客さんの喜ぶ顔を見ながら、こういうふうにやったら喜ぶかな、こういうふうにこういうものを出したら喜んでくれるかなみたいな考えながら、お客さんの顔を喜ぶ顔を浮かべながらやってるんだけどね、気を抜いちゃうとダメだからね、気合を入れてしっかりと美味しいものをね作ってあげないとね、お客さんにも伝わらないだろうし、食べ物ってさ、何がって言ったら一番は美味しくないとダメだから、いくら量があっても何があっても美味しいっていうのがないとね、次につながらないからさ、あそこは美味しいよって言われるお店が一番いいんだよね。タクシーのうんちゃんに金ちゃん食堂までって言ったら、ああ美味しいところだよって言ってくれてて、ああそうですか。もうみんな知ってるらしいですよね。美味しいよって言って、そのお客さんが美味しいんだよって友達にこういろいろ言ってくれて広まってお店が繁盛するみたいなところってありますからね。まずは食べ物っていうのは美味しいものを提供しないとね、行ってみなって言われるようなお店にならないとお店って繁盛しない。10時で営業が終わって、そこからようやく仕込みができる時間だから夜中の3時4時までやってる。家に帰ってすぐ起きてでまたやってみたいな、もうほとんど寝る時間がないっていう感じだったので、死んじゃうからしょうがないっつって、まあ、やって、まあ、ちょっとずつ改善とか、ちょっとずつやってて、終わりもね、もう決めとかないと死ぬまでやるってことになっちゃうから、これぐらいまあ老後の資金があったらやりましょうっていう話で、それに向けてまあやってる。まあだからある程度ね、もう見えてきたら、そうそう終わりにしましょう。朝系の目玉焼き。朝亭って朝だけのメニューがあるんですけど、500円。ワンコインですか。ワンコインなんです。目玉焼きとか鮭とかですか。そうですそうです。ここに鮭が乗って、目玉焼きが乗って、でご飯と味噌汁。それで500円。
安いでしょ。安すぎますよ。安すぎますよ。儲けになるんですかね。いや、なんないですよ。なんないですよ正直なんね。ないですよ。何十円とか。そうですよね。これやってる意味あんのかちょっと思いながら、それをなんかやりたいって言ってるからなんか。もともとやってなかった9時ぐらいに仕込みするじゃないですか。はい。それやってる時に営業してなかったんですけど、お客さんが来て、ああやってないんだってなっちゃったから来てもらったからじゃあ入れようかっていうそれから始まったんですそうよ。みたいな、そのまま定着しちゃってお願いします。朝定500円なんですね。そうそう朝手ね、ご飯ついて味噌汁ついておしんこついてカノの焼きがついて野菜がついて、で500円も。本当俺が食いたいみたいこれ鮭か納豆が選べるんですか。あ、そうです。目玉焼きか、はい。卵焼き薄焼き卵みたいな。生卵か生はいはい卵かはい。そうです。そう3種類ね。お願いします。もも胸です。あ胸か唐揚げはもも。これはあれジャンボチキン。こんな大きくして揚げてお皿に盛るとこんなんだけどお客さんが言うんだ、ここジャンボチキンで有名な店ですよね。そうなのわかんないこれで1人前だからこれバッタ揚げて切るとこんなになるんだよ量的には結構あるから若い子。若い子ありがとうございました。なかなか今度上がるのに時間かかっちゃうんだよな。だからなるべくね、さっと上がるように。いらっしゃいませ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 。とんかつ定食お願いします。はーい。
はーい。いらっしゃいませ。お願いします。いらっしゃいませ。はーい。お願いします。いらっしゃいませ。お願いします。はーい。あ、じゃあカツカレー大盛りの器をください。はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。
6個お願いします。このサイズなんで、1回に2人前しか入れられない。入んないです。8年ぐらい、ちゃんと全部研げばいいんだろうけど、時間がなくて切るとこだけっていう感じでやるから。これがとんかつ用の。そうです。ロース、豚ロース。透明な、はいはい。これが筋なんですよ。はあ、はでこれが切れてないと、あ、はい。肉を揚げた時に縮んで反っちゃったりとか、はい形が悪くなったりに残るんです。あありがとうございます。ありがとうございました。あ、追加率っていうのは考えたりしてないんですか。いや、もう息子はやらない。イタリアンの店を出すの。食堂はもう俺がやってたから手伝ってくれただけで、もうやらない。上のお兄さんはだってずっとラーメン屋やってるじゃないですか。ずっとラーメン屋一本で。それで自分のお店だから。一代限りでここはおしまいなんです。そうそう。それが本業だから俺の。もう売れなくなっちゃったからさ、お寿司が。売れてりゃやるんですよ。景気が良ければね。もう一回やりたいなとかってあるんですか。ありますありますあります。景気が戻ればもう一回やりたいですよ。居酒屋さんに貸しちゃってるけどさ、お店をさ。ねえ、もう一回あんな時代が来ないかなと思ってたもう来ないだろうな。俺が生きてる間は無理だろうな。100歳までいければ来る。いいらっしゃいって1個に10分ぐらいかかった。多分寿司屋じゃなかったらね、うちメイキン買えなかったよ。自宅とお店とこれで売って売りまくってる。すごいな。
父さんが料理されてたから息子さんたちは影響とかあったんですか？ああ、そうかもしれないね。お兄さんもだってラーメン屋やられてるじゃないですか。24で結婚して、27で店もやったんですよ。最初ああ、の一番最初。高円寺の最初は寿司屋、パンとケーキをやって、土地とうちを買って寿司屋をやって、で寿司が売れなくなってこれを始めた。ずーっと商売で飯食う。ずーっと商売。すごいな。